月明かりさえ眩しいねこんな日は。ああ気持ちの先がときめきの境界線からちょっとはみ出しそう。そばにいるとだんだん気になる気のないふりしてくのか。だんだん涙が心に隠しきれずにだんだん切なくだんだん寂しく好きなの音聞けたらいいのにね。食べない理由。いやはや参ったよ。とうとう稲食会の幹事が回ってきてな。稲食会何ですかそれ。正式名は東都百貨店研鑽会といって東京のデパート経営者たちの親睦会なんだが、いつの頃からか稲森さんになんとか物を食べさせよう会と呼ばれるようになってな。稲森さんに物を食べさせよう会。そう、略して稲食会なんだ。この親睦会は我々経営者が2ヶ月に一度集まってうまいものを一緒に飲み食いして日頃の厳しい商戦を忘れ和気あいあいとやろうじゃないかというものだ。ところが面倒なのが一人いてな。東京一の老舗陶器デパートの稲森社長だ。この魚甘鯛軽くポワレしてありますな。ソースは2種類。この橙色のソースはトマトの裏ごしに生クリームを加えて塩と胡椒で味をつけたもの。さっぱりとしたトマトの酸味がパリッと焦げた甘鯛の皮の香ばしさによく合うでしょう。さて左側のソースは青ピーマンと生クリームのソースだ。甘鯛の身の部分によく合うでしょう。稲森社長は食べ物のことに関して恐ろしく詳しい。新しい料理を考案しても稲森社長は見ただけで材料と料理法を見破ってしまう。僕の皿も片付けて。はい。稲森さん、やはりこの料理もお気に召しませんか。いやいや、そういうわけではありません。気に入るとかいらないとかいうのではなく、なんというかしらけるんですよ。しらける？種を知っている手品を見せられていると言いますか。出された料理を見ると材料も味も分かってしまう。スリルがないのです。仕方がないので私の夕食はもっぱらお酒だけですよ。どんなに我々が素晴らしいと思う店に連れて行っても稲森社長は全然料理を食べない。そこで我々の間で誰が料理を食べさせるかで賭けを始めたんだが、賭け？稲森社長に食べさせることができた者には他の会員が1人当たり5万円支払うというものだ。ところが誰も成功しないんだこれが。そうするとその金は次回に繰り越しになってその金額がとうとう300万円になってしまった。300万円？まあお金のこととなったら急に目を光らせて。で今回は私が幹事なんだが頭が痛くてね。何を食べさせるか決まったんですか？今度うちの10階のグルメストリートでフランス祭りを開くんだが、その目玉としてフランスはニースの名シェフマックスを招くんだよ。へえ、すごい。ニースのマックスといえば調理場の皇帝と呼ばれているフランス若手随一の名シェフじゃないか。そのマックスの料理を食べさせようと思うんだ。いくら稲森社長でもマックスの料理ならケチはつけられんだろう。その稲森社長はどうしてそんなに料理に詳しいんですか？パリ支店の店長を務めていた間にフランス料理から始まって世界中の料理の研究を始めたらしい。それに奥さんも今は体の具合を悪くしているが以前は熱心な料理研究家だったそうだ。おかしいな。そんなに食べ物が好きなら材料や料理法が分かったって食べないなんてことありえないんだけどな。
でも本人がそう言うんだからな。ところでマックスの料理、俺たちにも食べさせてもらえるんでしょうね。もちろんだよ。今度の親睦会にお二人を正式に招待するよ。ただし条件がある。もし稲森社長がケチをつけたら、それが本当かどうか判定してもらいたいんだ。判定するなんて。何、そんなに難しいことじゃない。美味しいかまずいか判断すればいいんだ。東京一の老舗の社長として彼には敬意を払って我々も黙ってきたが、これがあまり続くようだと本来の目的である親睦が図れなくなるからね。板山さん、僕たちが親睦会の前に会ってみましょうか。取材ということで。事前偵察というわけか。まあそれに稲森社長の食べない理由は他にあるような気もしますので。お待ちどうさま。どうもすみません。どうぞお構いなく。家内がちょっと病弱なもんだから皆さんのお相手ができなくて申し訳ないですね。とんでもございませんわ。せっかくのお休みの日にご迷惑をおかけしてしまってどうも。いやいつも休日はうちにいるし、私は家事に慣れているんだ。さて、食べ物の話だったね。はい、稲森社長は料理のことに詳しいとお聞きしたので、いろいろ面白い話を聞かせていただこうと思いまして。私は食べることに大変な情熱を持っていてね、食べ物の話なら一晩中でも付き合うよ。それで私は日本料理とフランス料理が特に好きになったんですよ。どうもありがとうございました。いやお構いもしませんで、すいませんでした。今度は仕事抜きでぜひ遊びに来てください。はい。お前。稲森の家内でございます。ちょっと伏せっておりましたので何にもお構いできずに申し訳ありません。そんなお心遣いを。大丈夫かい？休んでいればよいのに。でもご挨拶ぐらいは。どうも恐縮です。お世話をおかけしました。それじゃあどうもありがとうございました。どうも。いや稲森さん、奥さん、最後にお揃いのところお願いします。いや、これはこんな格好で。とてもいいご夫婦でしたね。ああ、稲森社長も謙虚な人柄で、食通ぶって嫌味なことをするような人には見えなかったけどな。食べない理由か。ま、家庭の内と外ではガラリと人格が変わる人間も多いからね。いよいよ次の稲食会の日になりました。さすがマックスの作るものとあって、出てくる料理はどれも素晴らしいものです。ところが稲森社長は一口も手をつけようとせず、ワインを飲んでるだけです。綺麗。この肉の横の赤と緑のモザイクは何だ？ピーマンみたいです。わあ、でかい厚切りのトリュフがどっさり乗っかってる。いかがですか？ニス風の牛ヒレのステーキです。あらら、これはただのステーキじゃないよ。薄切りの牛肉の間に生のフォアグラを焼いたのを挟んであって、それが何層にもなってるんですね。肉が冷めないうちに手早く薄切りにして、これだけ手間のかかることをやってのけるとは。なんという試練の技、驚くべき技術だ。こりゃうまい。それにこのソースがすごい。こってりした濃い味なのに全然甘ったるくない。まったく素晴らしい。何かお気に召さないことでもありましたか？俺は失敗作だね。何？この料理が失敗だって？これがどこが失敗作だというのですか？ムッシュマックス、私はこの料理をニースの君のレストランで食べたよ。素晴らしかった。フランスの牛肉と日本の牛肉の差を君はあえて無視したのかね、それとも気づかなかったのかね。ニースで食べたこの料理が美味しかったのは脂身のない赤肉だったからだ。だからこそ脂っぽいフォアグラと合うん。
ところが君が今使ったこの肉はヒレでありながらうっすらとサシが入ってる。日本では上等の牛肉を求めると何が何でもサシが入ったものしか回ってこないんだ。結局中の油の味とフォアグラの油の味が混じって互いに風味を殺し合う失敗作だね。マックス、こんなことになるなんて。ちょっと失礼。山岡さん。マックスはもうカンカンだよ。稲森さんの言ったことは本当なのかね。残念ながら本当です。でもフランスと同じ良い材料なしにこの日本で宿泊しながら料理しているマックスに対して思いやりがなさすぎますね。それにしても鼻持ちならないグルメ自慢だな。このままでは本人も周りの人間も不幸せなだけだな。板山さん、早いうちに俺が稲森社長をご馳走する機会を作ってくれませんか？君が稲森社長に何か食べさせてみせるというのかね。ぜひお願いします。そして知り合いのウォンさんが新装開店した大王飯店へ行き協力を求めました。それを作るのは大変ですね。いや、大変なのは分かってる。そこをなんとか。わかりました。やってみましょう。いや、稲森社長をへこませる計画がまとまったぜ。そうじゃないんです。稲森社長はグルメ自慢であんなことしてたんじゃなかったんですよ。あれには訳があったんです。食べない理由が。そうだったのか。あの人はグルメ自慢をするような下劣な人間じゃないような気はしていたが。その稲森さんって方、心の優しい人なんですね。だからもうへこませる必要は。いや、だったらなおさら稲森社長にこの料理を食べさせなければ。何ですか？山岡さんが考えている料理というのは。究極のメニューの一つ、ファッチューチョン。究極のメニューの一つですって？ファッチューチョン、一体。なるほど、ファッチューチョンをね。しかし稲森社長は大変な食通なのでしょう。ならファッチューチョンもご存知のはずでは。いえ、それが稲森社長は中華料理のことはほとんど知らないのです。だから多分。おお、と言いますと。実は稲森社長に食べ物の話を伺いに行った時のことですが、稲森さんの料理への、とりわけ日本料理への思い入れの深さと豊富な体験は素晴らしいと思います。ところで和食とフランス料理が出ましたらやはり中華料理となりますが。いや、私は中華料理は大嫌いです。おお、大嫌い。中華料理など食べてみたいとも思いませんな。どうしてですか？化学調味料のせいらしいんです。以前中華料理を食べた後気分が悪くなることがあったので調べたところ、化学調味料の使いすぎらしいんです。チャイナレストランシンドロームとしてアメリカでも騒がれましたね。化学調味料を入れすぎるとその味が勝ってしまって一体何の味を味わっているのかわからなくなるんです。そんな料理は食べるに値しないと思います。だから私は中華料理については何も知らないんです。稲森社長のおっしゃる通りです。今の中華料理は化学調味料に頼りすぎてます。中華料理で化学調味料が使われるようになったのはわずかここ4、50年のことですが、わずか4、50年で中華料理4000年の歴史は大きく揺らいだ。これからの中華料理は素材の味を生かした本来の味付けを大事にしていかなくてはいけないと思います。お待たせしました。わあ、綺麗。いや、すごい。明代のものです。我が家の宝ですよ。気に入っていただけましたか？気に入るどころか。こんな宝物をお借りしてよろしいんですか？どうぞどうぞ。山岡さんが最高のファッチューチョンをお作りになるというからにはこのぐらいの器をお使いにならないと。器をお借りするだけでなく、最高のファッチューチョンを作るための秘伝もいろいろとご教授いただきたいのです。
私たちにできることなら何でも。準備完了だな。いよいよですね。胸がドキドキするわ。うちの店でファッチューチョンを作るのは初めてだわ。そりゃそうだよ。こんな超高級料理うちなんかじゃ。さて稲森社長をファッチューチョンが KO できるかどうか。先日はせっかくの料理を失礼しました。いやいや、稲森さんのおっしゃる通り、日本とフランスの牛肉の差は無視できませんからな。今日の臨時集会の議題は何ですか？銀座祭りに我々も何か催し物を出そうじゃないかということで。いやあ、どうもお待たせしました。私は中華料理は好きじゃないんだ。皆さんそれを知っててくださったと思いましたがな。まあまあ、そう言わずに試すだけ試してくださいな。糸山さんが絶対食べさせてみせるというから来てみたら、よりによって中華料理とはね。店の選択から失敗ですな。さあどうぞ。さあ始めましょう。議題に入る前に腹ごしらえが肝心です。こんばんは。その説はどうもありがとうございました。いや、こちらこそ。今日は糸山社長のお手伝いなんです。私たちの社で企画している究極のメニューの中に間違いなく入る素晴らしいお料理が出るんです。おお、こりゃうまそうだ。しかし私は中華料理はね。ピンペンユーチーチンタイ、小豚の丸焼きです。香ばしく焼けた皮を北京ダック風にピンで包んで食べてください。どれどれ。これはうまい。皮がサクサクと歯ごたえが良くて、これはたまりませんな。これは甲州にある甲州歯科の名物料理じゃないですか。まあ本家がはっきりしている料理の伏線みたいなものをわざわざ食べる必要はないでしょうな。本州大山水丸すっぽんの醤油煮込みです。うわー、こりゃ豪華だ。いや、こういうやり方だと泥臭さが抜けないね。日本のすっぽん鍋が一番だ。酒とおろし生姜の絞り汁と醤油で高温で一気に煮立てる。それに限るね。こりゃいつもより拒否反応が強いようですな。究極のメニューに乗るとかいう料理もこの調子や難しそうですな。お待ちどうさま。本日の特別料理ファッチューチョンです。さあいよいよだ。今日の特別料理。そんなにすごい料理なんですか？ファッチューチョンって聞いたこともない。どうぞご賞味ください。これはただのスープじゃないか。こんなスープが究極のメニューになるほど豪華な料理だって。ふざけてますか？一体これのどこが究極のメニューなんですか？こりゃ我々みんなをバカにしてますな。板山さん、これどういうことです？ただのスープなんか持ってきて。山岡君、こりゃ。いや、違う。これはただのスープではない。この香り、実にさまざまな成分が絡み合ってなんとも複雑で豊穣な香りに、色は実に深い琥珀色だ。しかもいささかの濁りもなく透き通っている。いかなる技法でスープを取ったのか。おい、稲森社長が。この香りを胸の奥まで吸い込むと、何やら抑えが効かなくなってくる。飲んだ。ついに飲んだぞ、あの稲森社長が。今まで味わったことのない美味だ。体の芯が揺さぶられる。当然となるとはまさにこのこと。やったやった。ついに稲森さんに食べさせた。おお、こりゃうまい。本当にただのスープじゃない。山岡君、さあこの料理を説明してくれたまえ。この料理の名はファッチューチョン。仏が章を飛ぶと書きます。
仏とはこの場合僧侶のことで、僧は塀とか垣根のこと。修行中の坊さんもこの匂いを嗅ぐとたまらなくなって塀をも飛び越えてやってくるという意味です。ファッチューチョの作り方は複雑なものではありません。このような器に材料を入れ、蓋を紙で目張りして蒸すだけです。ほうほう、どのくらいの時間を？6時間から8時間。そんなに長い間？そりゃ大変だ。大変なのは材料です。今日入れたものをお見せしましょう。干したアワビ、貝柱、ナマコ、魚の浮き袋、椎茸、山椒魚、吉林省の鹿の鹿の表層剤です。それから右形。素晴らしく美味しいスープが取れる上に体にとても良いのです。体にね。朝鮮人参、クコ、ハクビシン、これらも良い味が出ます。そんなにいろいろ材料を使っているのか。とても私なんかに見当がつくはずがなかった。中華料理は奥が深いな。化学調味料に頼らなければいいわけだから、改めて研究してみるかな。ファッチューチョンは中にどんな材料を入れるかでいろいろな味のものができます。今日のものは美味しさもさることながら体に需要をつける漢方材料を足したもので、稲森さん、これは奥様にぴったりだと思いますが。どうしていつも県産会の席で物をお食べにならないか分かりました。先日のお写真をお届けに上がった時に奥様にその理由を伺ったんです。私も主人も美味しいものを食べるのが大好きなの。でも私が体を壊してからは、主人は私の体が治るまで外で美味しいものを食べるのを断つと誓って、ですから夜外で会があっても物を食べずに帰ってきて、うちで私と2人で食事するんです。私早く体を治したいわ。それでいつも召し上がらなかったんですか。言ってくださればよかったのに。申し訳ありません。女房のためだなんて照れくさくて言えないもんだから食つぶってみせまして。食いしん坊がよく食べずにいられたもんですな。いや、だから代わりに酒ばかり飲んでいたんですが、皆さんには失礼なことをしました。でもこれでわだかまりが解けましたよ。奥さんのことを思うあまりというわけだ。これは当てられましたな。稲森さん、あなたほどの料理通ならこのファッチューチョンをご自分で作れるはずです。ぜひ奥様のお体のために作って差し上げてください。ありがとう。究極のメニューファッチューチョン挑戦してみますよ。ところで一つお願いなんですが、私がファッチューチョンがあまりにうまそうなので誓いを立てたのを忘れてうっかり一杯飲み干してしまったことは女房には内緒にしていただけませんかね。はい。おお、山岡君。何？例の賞金のことか。君が稲森社長に物を食べさせたんで賞金300万を君に進呈したよ。ほら、君んとこの新聞のアフリカ基金救援募金報告欄を見てごらん。君の名前でな300万寄付してあるよ。君ならもちろんこうするだろうと思ってな。もちろんですよ。アフリカに寄付しようと思ってたんですよ。よかったよかった。
本の捕鯨は危機に瀕しています。クジラを食べるのは野蛮だ、これ以上クジラを殺したら絶滅してしまうって捕鯨反対派の人は言うんです。でも実際の調査ではクジラの数は増えているというのに、クジラは日本人の食卓からなくなるの？日本の大切な食文化を奪われてたまるか。次回究極のアニメドラマ「おいしんぼ激闘クジラ合戦前編」お楽しみに。